やらしちゃった方がいいですよね。マネージャーを褒めることをさらに上の上司がやるとかってナンセンスで、はい。後々のリターン考えると大きい気がする。そうですね。こんにちは、マンチです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いしまお願いす。します。今日のテーマがですね、最近どの会社も管理職やマネージャーが不足しているなんて話をちょっとちらほら聞くんですけど、人材が育ってないっていう悩みをどうすれば解決できるのかなって思っていて、もしかしたら考える管理職を最速で育て上げる方法論みたいなのがもしあれば、ぜひそのあたりお話伺いたいなと思っていて、僕の中でこれどうなんだろうなっていう3項目みたいなのをちょっと今日ピックアップしてきたんですよ。そこら辺のちょっと回答もいただけると嬉しいんですけど、まず一つ目がですね、明確な期待値を設定するっていう、これは必要なのかなと思っていて、これに対してはどうお感じですか？当たり前というか、いつも言ってるのはその人に対する期待と役割、求めている成果はこれですと、いうことはやっぱり必須ですよね。もうちょっと具体的に言うと、期待に関しては、これ本当にその人にフォーカスした期待を言うんですね。時間軸もちょっと長めに言うんですよ。最低でも例えば3年後にあなたにはこういう風になってほしいという期待をしているとか、あなたはここにこれをやらせることによって会社がこうなること、チームがこうなることを期待している。役割としては、会社の幹部としての役割はこれ。そのチームのリーダーとしての役割はこれ。求めている成果はこれですと。項目と数値ですよね。をちゃんと伝えるということはマストですよね。ありがとうございます。2つ目が成長機会を意図的に作ると。これも最速で管理職を育て上げるために必要な材料かなと思うんですけども、この辺についてどう思いますか？基本的にやっぱやらせるのが一番早いですよね。今、例えばそのプレイヤーなんだけど、管理職候補が育ってないという話なのか、やりたての管理職が成長してない、育成するにはっていう話なのか、ちょっと変わるとは思うんですけど、基本的に前者であればやらしちゃった方がいいですね。なるほど。新規プロジェクトのリーダーを任せたりとか、じゃなくてマネージャーさせないんだったらマネージャーやらしちゃった方がいいですよ。複雑なクライアント対応させたりとかじゃなくて、マネージャーをやらしちゃった方がいいですよ。そうかそうか。なるほどですね。よく例えばその社長を育てるにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱ社長やらせちゃう方が一番いいんですよ。人によっては結構子会社作っちゃって、はい、社長やれと。やる気にさせて社長やらして、全部自分でやると。決めろと。みたいな方がやっぱ一番早いってみんな言うんですよね。そうなんですね。だからマネージャーも一緒だと思うんですね。やらしちゃったのが一番早いですね。なるほど。まだこれがないからやらせられないことじゃなくて、やらしちゃった方がいいですね。ありがとうございます。3つ目がですね、成果を見える化してフィードバックする。これも当たり前っちゃ当たり前なんですかね。結局結果でしかないんじゃないですか。マネージャーやったらね、目的はもうこれ以上でもこれ以下でもない。部下を成長させ、最大限の成果を出すことです。最大限の成果とこれです。言ってるわけなんで、見える化するのは当たり前だし、もう見える化してるし、フィードバックじゃないですね。どっちかっていうと喋らせた方がいいですよね。なるほど。この結果でしたけど、あなた的にはどういう評価をしてるんでしょうかみたいな、僕らだとフォーマットがあって、それ書いてこいと。自分でちゃんと振り返って、自分で反省して、自分で分析して、自分でこれからどうしていくかを決めさせないと。求められたらフィードバックするし。なるほど。っていう感じですかね。ありがとうございます。例えばなんか、マネージャーなんだから、マネージャーを褒めることをさらに上の上司がやるとか、ナンセンスで。褒めないと動かないマネージャーなんかいらないんで別に。しっかりと結果とか、結果の指標が長い時間スパンなんだったら KPI とかしっかり結果を見て、ちゃんと考えさせて、こっちは求められたらフィードバックとか、あまりにもちょっとやばい場合は言う場合もありますけど、基本的に言わすってことですね。なるほど。ありがとうございます。うちの会社も別に偉そうなこと言ってもなかなか同じ思考になるんですよ。まだ管理職早いかもな、あいつ、みたいな。もうちょっとこれがこうなったら管理職だなってやっぱ思っちゃうんですよね、みんなね。なるほど。それのリスクってなんだかっていうと、管理職にして成果が出なかった時に、更迭するとか移動するってしにくいし、やったらやったで今度逆に退職のリスクも増えるんで、
だったらまだやらせない方がいいんじゃないかなってやっぱ思っちゃうのは思考的にやっぱどこも走ると思うんですよ。なるほど。でもやっぱりやらせた方が早いですよね。失敗するかもしれないけどやった方が早いんですよ。管理職を採用するとか登用するっていう話に関してはまた別でちゃんとやんなきゃいけないんですけど、育成っていう観点でやっぱやらせた方が一番早いんで、そこを頑張って踏み越えてやらす。だからうちなんかでたまにやるのは、お前お試し管理職なって。お試し管理職、まだこの能力がないからもっとこれを身についたらやらせようと思ったけど、でも待ってらんないからやらせるわと。だけどダメだったら1年後に戻すし、それいいとかっつって出口を決めといてあげると、仮に失敗しても戻るだけってなるじゃないですか。確かに。役職も本人の話し合いの希望によりますけど、究極ですよ。お試し支店長とかでもいいですよ、社内では。だってお試しだから、で会社の都合とか本人の成果によってお試しがなくなるって取り下げるだけだから。言い訳も立てられるじゃないですか。離職が最悪なんで、失敗の離職が最悪なんですよ。失敗して再度頑張ったら別にいいんですけど、失敗離職が最悪なんで、それだけさせないようにリスクヘッジだけしてやらせちゃう。できるだけ調子に乗らせて失敗させますよ。そっちの方がやっぱ学びが大きいんで、確かに一瞬失敗するとその年は痛いってなるんですけど、長年考えた時には早めに調子乗らして失敗させた方が、確かに後々のリターン考えると大きい気がするので。そうですね。ただやっぱりレポートとかコミュニケーションはちゃんと必須で、ほうれん草はしっかりやってもらいます。ただし結構相談は OK しますよ。相談もせずに何でもいいよやっていいよとかはやらないです。ちゃんと相談しろ、報告しろ、連絡しろって言うんですけど、でも大体相談来てこれやっていいですかねとか、これこうしたいんですけどって言ったら大体 OK しますよ。なるほど。やっぱ若いうちにそこはやらせた方がいいんですかね。いつもやっぱりでも考えちゃうんですよ。まだ若いな若いからな、早いかなって考えるんですけど、迷った時にやっぱ考えるのは、もう若いからやらせようと思うんですよ。なるほど。自分もそれで散々嫌な思いしてきたから、若いからまだだよねとか、若いからちょっとまだ早いなとかって言われるのはムカつくしかないんですよ。逆に若いからやらせようっていう意識はちゃんと持っとこうと思って、迷った時は若いからやらせないじゃなくて若いからやらせるっていう意識で。ありがとうございます。まずはやらせてみることですかね。そうですね。なんで一番早い育成なんですかって言ったらやらせることだと。やっぱなっちゃうんで、フライングしてでもやらせるためにどういうことをやっていくかっていうのをやっぱり考えて実行していった方がいいですよ。なるほどなるほど。ありがとうございます。フィードバックについて一人前の管理職に育て上げるために的確なフィードバックとかっていうのはなんかあるんですかね。フィードバックのやり方というか。あんまりやっぱり指導とかこれやれあれやれってやっぱ言っちゃいけないんじゃないですかね。なるほど。そうすると管理職とかリーダーシップを発揮しにくくみんななるんで、だからフィードバックというよりかはちゃんと調子乗らして失敗させてとか困らせて、でこれを解決したいけど過去こういう問題あった時にどうやって解決してきましたかとか聞かせる方がいいですよね。それをちゃんとフィードバックというか、フィードバックって言いますけど、基本的にはその来た意見に対して別にバックするだけなんで、時を遡るとかじゃないんで、自分の時はこういうふうにそういう時対処したけどねとか、結果こうなったよとか、過去に似たような時あったのこういう時にあったね、その時はこうしたかなみたいな、情報を与える選択はあなたですと。なぜならやっぱ僕もずっとそうだったんですけど、人から言われてこれやれよって言われたことに関してどっかしら責任を持てないというか、自分ごとに 100% 置き換わらないんですよ。なるほど。でも自分で決めたことを 100% 自分ごとに置き換えられるんですよ。だからやっぱ決めさせるっていうことも大事だし、これリーダーとして必要じゃないですか。決めることが仕事なんです。だって社長とかってマネージャーとしてもそうですけど、決めるということをやらせなきゃいけないんで、だから自分で選択しろよみたいな、これが一番やっぱり理想ですよね。なるほど。ありがとうございます。いろいろとお話聞けました。管理職の育成はやらせることだと。で、そのやらせるにおいて、早いなぁと思ったら逆にそれは行くべきだし、リスクがあるんだったらそのリスクをテイクできるようにやっぱいろいろ考えて実行すればいいし、やらせる、調子乗らせる、失敗させるぐらいが結果一番時間短く育成させられるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったらぜひいいねやコメントをお願いいたします。